ずしも質のいいものだけがお客さん喜ぶのかっていうと、時計なんか本当に面白いいい例だと思うんですよ。1000円のクォーツ時計、あれって本当にすごい技術なんですよね。あんだけ正確な時計を1000円で売って利益を上げられるというその技術力っていうのは本当にものすごいと思うんですよ。ちゃんとケースに入ってベルトもついてで1000円ちょっとで買えるんですよね。だけど人類はそれに満足して感謝してみんなその時計使ってんのかっていうと、自衛隊の時の私なんかも電池切れたら捨てるみたいな、全然その凄さとかそのテクノロジーの恩恵とか何も考えないで、1000円で買えるもんなんて1000円で買えるもんだろうみたいな感覚で考えた時に、こんな機械式時計こんな個人が一人でちまちま1年かけて作って何千万で、それで非常に人が幸せになる世界もあるって考えた時に、質だけでものづくりの正解を出せるのかというか、その数字とかで表せるものじゃないのでですね、そういう世界というか、本当にもう感情に訴えるというか、じゃあなんで一人で作るのみたいな、その作る意味は何なの、分業した方がみんな得意分野で作った方がいいよね、いいものできるよねって言われると確かにそうなんですよ。これからのものづくりについてお話ししたいと思います。そうですね、ものを作る能力っていうのは高いと思いますね。最近はどうなのか分かんないですけど、その競争力的に中国とかの方がもしかしたら結構進んでいる面もあったりするのかもしれないですけど、基本的に考えて改善して質のいいものを作っていこうっていう姿勢とか能力っていうのは日本のものづくりの強みなのかなとは思いますね。ただ一方でそこに凝り固まりすぎてるというような気もしますね。その質のいいものを作るっていうことがものづくりの定義というか、ものづくりの目指すところというか、けど個人的には必ずしもそうじゃないと思うんですよね。質を求めて安くていいものっていうのは、確かにそれによって買う人は嬉しかったりしますけど、ただものづくりの目的というか、何のためにものを作るのかっていうのを考えた時に、やっぱり人を喜ばせるためにものづくりがあるんじゃないかなと思うんですよ。ある意味ものを作るっていうこと自体はその人を喜ばせるための手段の一つというかですね。なので必ずしも質のいいものだけがお客さん喜ぶのかっていうと、時計なんか本当に面白いいい例だと思うんですよ。1000円のクォーツ時計、あれって本当にすごい技術なんですよね。あんだけ正確な時計を1000円で売って利益を上げられるというその技術力っていうのは本当にものすごいと思うんですよ。ちゃんとケースに入ってベルトもついてで1000円ちょっとで買えるんですよね。だけど人類はそれに満足して感謝してみんなその時計使ってんのかっていうと、もう自衛隊の時の私なんかも電池切れたら捨てるみたいな、全然その凄さとかそのテクノロジーの恩恵とか何も考えないで、本当に1000円で買えるもんなんて1000円で買えるもんだろうみたいな感覚で考えた時に、こんな機械式時計こんな個人が一人でちまちま1年かけて作って何千万で、それで非常に人が幸せになる世界もあるって考えた時に、じゃあ質だけでものづくりのその正解を出せるのかというかって考えると、じゃあそうじゃないよなっていうふうにちょっと思うんですよね。なのでそこの部分を難しいんですよね。その数字とかで表せるものじゃないのでですね、そういう世界というか、本当にもう感情に訴えるというか、じゃあなんで一人で作るのみたいな、その作る意味は何なの、分業した方が
みんな得意分野で作った方がいいよね、いいものできるよねって言われると確かにそうなんですよ。だから大谷選手がなんで二刀流するかみたいな話なんですよね。いや分けてやった方が多分いいよみたいな。だけど面白いじゃんそっちの方が。一人でやるからすごいんじゃん、面白いんじゃん、ワクワクするんじゃんみたいな。なのでそういう数値化できないそういう何かこう面白さだとか、その人の感情に訴えかける何かとか、そういう部分をもっとこうなんか追い求めていくというか、それプラス質が合わされば多分すごい人間にとってなんかこう良いものができると思うんですよね。そうですね。あとはそのものの魅力を伝えられてないような気がします。その伝統工芸とかもその完成品確かにすごいけど、そのもっとすごいのはその背景にある人がどんなことをやってきてここまでのものを作ったのかっていうこともすごいことだと思うんですよ。ただそこになかなかスポットは当たらないというかですね。なのでそのプロセスを見たらこれ安すぎじゃないっていう仕事がいっぱいあるような気がしますね。そうですね。やっぱり残るものってやっぱりある程度いろんな人に多くの人に理解してもらってその魅力とか凄さが伝わってないとやっぱり残らないと思うんですよね。だから和時計なんかもまさにそうですね。やっぱりそこの良さに気づいてこう発掘しないとずっと忘れ去られたものになっちゃうんで、そうですね。こういう、彫りとかをしてもらうのはその専用のその彫金師の方にお願いして、なのである意味やっぱり作品を作るってことも大事だけど、その魅力をいかにこう知ってもらうかっていうことも同じぐらい大事なのかなっていうふうに思いますね。特に今は本当に、一方ではテクノロジーのせいでなくなるとか危機感がある仕事もあるけど、一方でそのテクノロジーのおかげでもうただで世界にこういう画像とか動画とかも発信できる時代ですから、やっぱりそういうその今まで見えなかったそのものづくりの中もどんどんこう出していける時代だと思うんですよ。なのでそうやってこうものに対してよりその深い理解をしてもらう、こういうプロセスでこんな手間をかけてこんな人が作ってるんだ、そこって同じ人間同士だから感じられる凄さってあると思うんですよね。やっぱりウサイン・ボルトもすごいのはやっぱり自分も駆け足したことがあるからすごいんだっていうのが分かると思いますし、同じ2本の手を持ってるのになんでこんな複雑なことができるの、細かいことができるのっていうところにやっぱり驚きとか感動とかがあるのかなと思うので、確かにそれはありますね。やっぱりこういろんな人の意見を取り入れすぎちゃうと逆にその主体性がなくなってしまうというか、なのでやっぱりものづくり、その作る人が今までこう感じてきて生きてきて、そのどういう価値観でどういうものにはいいと思ってこう作るっていうところが、そのものの個性というかですね、その作り手が一番現れる部分だと思うので、やっぱりそこはやっぱりその我を貫いて作るっていうのは面白いと思いますね。ただ一方でどこ？お部屋探しはエイブルエイブル、お部屋探しはエイブルエイブル、お部屋探しは検索より相談だエイブル。やっぱりものづくり、その作る人が今までこう感じてきて生きてきて、そのどういう価値観でどういうものにはいいと思ってこう作るっていうところが、そのものの個性というかですね、その作り手が一番現れる部分だと思うので、そこはやっぱりその我を貫いて作るっていうのは面白いと思いますね。ただ一方でその個人のアイディアとかその価値観、その美的センスっていうのはどこから生まれたかっていうと外部からなんですよね。なのでお客様と出会って話してでその刺激がまた自分の中でこう自分の今までの価値観と合わさって新しいものができるっていうのも、それもだから自然なことというかですね。そうですね。興味のあるものはこだわるけど興味のないものはあんまりこだわらないって感じでしょうかね。そうですね。やっぱり本当に日本って長いやっ
ぱり歴史を持って独自の文化を持っている国なんで、そこは本当に財産だと思うので、やっぱりそれを使ったなんかこう立派なものというかですね、多くの人が感動するようなものを作っていけたらいいなとは思いますよね。いや面白いですね。やっぱ本当にヨーロッパと全然違う、もう本当、ガラパゴス化みたいな感じで全然違う環境の中でこんなことやってたのかっていうのが、本当にその時計作った人は本当信じられないですね。本当にもうヤスリで本当一本で作ってるんですよね。あれはねちょっとやってみたいんですよね。そうですね、本当にもう潜在能力はもうすごいものが秘められたものが、歴史的な蓄積もそうですし、あとはいかにそれを昇華できるかっていうことなのかなと思いますけどね。